それこそ小学校、中学校、高校の時って友人に「鯉料理屋さんなんよね」って言ったら「鯉って食べれるぞ」みたいな、やっぱそういう私たちの友達もそういうリアクション、やっぱ鯉を食べれるっていうのは知らないのでそういうリアクションになるんですけども、それが大人になって改めてこのお店に入ってなんか悔しくて、自分の代でこれはなくならすわけにはいかないと思ってっていうのと、その悔しさ、なんか胸を張って言えない、これはやったろうと思って。九州では本当に1位、2、3位上位に来るぐらいここは美味しい。海の魚と違って延々食べれるんだね。鯉はでも自分は初めて食べたんですけど、なんか臭いイメージだったんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。そこら辺の魚よりもダントツで美味しいです。うなぎ美味しかったね。火加減パリパリしてるし、表面うなぎ以上ですね。今まで食った中で一番美味しかった。これを食べさせてくれるところはここしかない。これを食べてみたら絶対変わる。変わる概念が。うちの鯉は卵の孵化からですね、もう2年から3年かけて鯉専用の餌のみをあげて養殖してるので、全く泥臭くない美味しい鯉がお召し上がりいただけます。やっぱ鯉って聞いたらなんか臭そうとか、やっぱ池の鯉、お寺神社の池を想像したり、それこそ色のついた錦鯉を想像したりされると思うんですけども、もう本当に卵の孵化から大事にきれいに育て上げた鯉ですので、全く泥臭くない、そして脂の乗った美味しい鯉がお召し上がりいただけます。で鯉って面白くて、オスは赤身、メスは白身っていう面白い魚なんですよね。オスメスによって身の色が違う面白い魚です。これはメスなの白身ですね。これぐらい色合いが違います。やっぱうなぎも一緒なんですけど、メスの方がやっぱちょっと脂が乗ってるイメージですね。オスは逆に脂は少ない分淡白で身が締まってる、ちょっとオスメスで味の差はあると私は思っております。身に皮がつかないようにきれいに剥がしていきます。あ、左やね。ではこっちの骨は骨で、先ほどの鯉コク作ってる鯉コクのアラとして使っていきます。ではこのアラからめちゃくちゃいい出汁が取れるので、本当に捨てるところは一切ないです。これが胆のうですね。薬品会社さんに卸して薬に変わる鯉の体にいい部分ですね。
うちは国産のうなぎのみを、扱ってます。やっぱ最近輸入とかも多いんですけども、基本鹿児島県産で、いろんなうなぎ屋さんとかにも卸もしてるので、いろんなところから一応うなぎを引っ張ってきて卸させていただいてるっていう。うちはもう電気で締めていきます。国産うなぎでございます。うなぎが食べ苦手な方ってやっぱ昔に骨が刺さったりそういった理由で結構食べない方が多いので、当店はもうできるだけ骨を残さないように、お客様の口に当たらないようにさばいていきます。本当の本物のうなぎはですね、もうめちゃくちゃ美味しいので、もううちのはもう本当激戦されたうなぎなので、脂が乗って柔らかくてめちゃくちゃ美味しいこのうなぎをですね、ぜひお客様に口に当たらないように、骨が刺さらないようにしっかり処理して焼いてお出しできるようにですね、まず仕込みの段階から火を使いながらさばいていきます。まだバリバリ動きますね。肉を骨を残さないように素早くさばいていきます。これがうなぎの肝ですね。肝料理にこれがまた美味しいんですよね。お酒のおつまみでもあてでも美味しいですし、料理として食べてもご飯と合う味付けなので最高の一品が出来上がります。肝焼き、肝煮と肝水でお出ししていきます。これがうなぎの骨ですね。骨せんべいで使っていきます。骨もカルシウムたっぷりですね。お酒のあてにもいいですし、料理を待つ際の一つまみで美味しく揚げたてを通ってお出ししますので、めちゃくちゃ美味しい骨がお召し上がりいただけます。最近はイソフラボンうなぎっていうのが養殖でも主流になってきてて、イソフラボンっていう大豆を餌に混ぜることによってうなぎがメスのうなぎになって、皮が薄くて柔らかい、脂がやっぱお酢より乗ったうなぎができちゃうんですよね。性別がうなぎの小さい時ってオスメス決まってなくて、大豆のイソフラボンを混ぜることによってメスのうなぎになるんですよ。そしたらもう脂がやっぱ全然乗りが違くて柔らかいですね。TikTok ライブしてるんですよ。今日ってその TikTok ライブで撮影しても大丈夫ですか？ありがとうございます。さあ素早くバリバリさばいていきます。ライブ配信してコメント読みながらさばくってすごいマルチタスクですね。なんか結構そうですね、慣れましたね。最初の頃は難しかったんですけど、なんかだんだんもう慣れてきて、楽しくうなぎさばきライブさせていただいてます。TikTok とInstagram 2つしてるんですけども、これをし始めた時に動画だけじゃうちのお店の良さっていうのは伝わらないなと思って、それこそその友人からライブしてみたらっていう声でちょっと試しにやってみようかなと思ってやったら、結構またライブでもいい波に乗れてずっとやり始めてます。ファンの人が実際に食べに来られることとかよくあるんですか？よくありますね。しかもこのライブでも予約していただく方もいらっしゃいますし、
最後最初で予約できるんですいや、お店が落ち着いて私の手が空いてたら何日に何時頃行きたいですみたいに言われて予約取りますよって言ってもうその場でライブで予約取ることもありますね。リンさんおはようございます。ありがとうございます。私も包丁道具から入るタイプですね。気持ちを上げてですねさばいていくのがまあ大事だと思います。大事ポイントですね。大事なポイント。強さんライブいいねありがとうございます。ライブいいねありがとうございます。強さんライブいいねありがとうございます。これから大きいですね。そうキーさん。そうもう今回のは前回がちょうど 500g ぐらいだったんですけど鯉は卵の孵化から養殖でもう当店の川魚は全部養殖なのでもう全く泥臭さなんてないですしやっぱ川魚って聞いたら川の魚やらちょっと臭いやろって思われがちなんですけどももうほんと全部、うなぎはちょっとしらすなので違うんですけどもあとのすっぽんだったりヤマメとか鯉はもう全部卵の孵化から養殖してるので全く臭くなくてやっぱ餌で油を最近の技術は発達して乗せることができるので油が乗った美味しい川魚がお召し上がりいただけます。鯉ってどんな味がするんですか？ですねこれまた料理の仕方でちょっと変わってくるんですけどもうちのは臭くないからこそ、刺身でお出ししてるんですけども甘くてもちもちした食感で味って言われたらどっちかというとちょっと淡白なので似てる魚で表すのはちょっと難しいんですけどもぜひちょっと食べていただいてなんか似てる魚を見つけていただけたら嬉しいです。結構甘いですね。甘くて海の魚ほど脂がくどくないので淡白さあっさりさがありますね。淡白で食べやすい。鯉こくってどんな料理なんですか？鯉の味噌汁ですね。鯉の黒葉仕立てって言って鯉のコクを生ませた味噌汁。うちの鯉こくはですねこの鯉の頭なんですけどもこの鯉の頭ってめちゃくちゃいい出汁が取れるんですよ。でここの頬肉があってここの肉これを食べるとこれまた美味しくてうちの鯉こくではですねこの頭の半分にしたやつをどんどん入れて炊いていくんですけどもそうすると鯉こくにより深いコクが生まれてそしてこの頬肉も入れることによってより美味しくなって頭も結構鯉こくには大事なポイントになってます。今ちょうど朝大鍋で今炊いてるのであともうちょっとしたら味噌入れる時とかぜひちょっと見ていただきたいですね。めっちゃいい匂いしますよね。やっぱうなぎってすごいですね。しかもまたこれもタレつけたらまたもっといい匂いするんですよね。関東は蒸すんですけども九州は地焼きで皮も身もカリカリに焼いていくというのがポイントなのでしっかりとこの焼きが大事になってきますね。もう蒸さずに直接お客様の口に入るので。おかずさん今おいくつなんですか？私今27ですね。いつ頃からお店を？ですね、大学生の頃にアルバイトで手伝いしてて実家の仕事ずっともう4年間アルバイトしてたので実家の仕事はもうせんでいいやと思って社会人になって普通に会社員して俺もやっぱそこで家の仕事ってめっちゃ楽しかったなってなんかやりがいめっちゃあったなって気づいて1年で辞めて24の時に戻ってきましたね。それこそその大学4年の生の就活の時にもう実家の仕事正直もういいかなと思いました。ずっと大学生の4年間でもうほぼもうずっとしてたんですよ。もう土日もずっと手伝いしてアルバイトしてずっと家の仕事をアルバイトしてたのでもう正直その就活の時はもう家の仕事はもういいやってなってました。なんか別になんか自分のちょっと力を試したいなみたいなそういうなんかこうもう家の仕事じゃないことをしたいなって思ってました。働き出してやっぱそのお店でやっぱ温かいお客さんが多くてうちのお店ってなんかそのたわいもない会話とかが
なんかもうめちゃくちゃ恋しくなって、なんか本当にいいお客さんばっかりだな、楽しかったんだなっていうことに気づいて、でなんかやっぱ戻りたいなってなりましたね。それこそやっぱうちの料理が美味しかったとか満足したよっていうそういった言葉がもう嬉しい瞬間で、その言葉を思い出すとなんかうわ家の仕事ってめっちゃ楽しかったやんってなってましたね。もともと鯉料理屋から始まったお店なので鯉広松っていうんですけども、私がそれこそ小学校中学校高校の時って友人に「鯉料理屋さんなんよね」って言ってたら「鯉で食べれると?」みたいな、やっぱそういう私たちの友達もそういうリアクション、やっぱ鯉を食べれるっていうのは知らないのでそういうリアクションになるんですけども、それが大人になって改めてこのお店に入ってなんか悔しくて、なんか、先代がここまでこう頑張ってつないできてくれたバトンをやっぱりもう私たちの世代で食べれることをまず知らないから、自分の代でこれはなくならすわけにはいかないと思ってっていうのと、その悔しさ、なんか胸を張って言えない、こういう料理屋しちゃうよって胸張って言えないその悔しさから、これをやったろうと思って。この仕事をやってて、はい、しんどかったなっていう思いあります？ないですかね、本当になんかないって言ったらなんか嘘やろって思われるかもしれないですけど、本当にないですかね。もう本当に毎日楽しく仕事させていただいてますね。でもそれも本当にこのうちのスタッフ、うちで働いてくださってるスタッフはじめやっぱお客様がもう本当にいい方たちばかりっていうのがやっぱありますね。それが本当に大きいと思います。結構お客様にも言われますね。働いてる姿見てくださって本当天職やねって言われます。お待たせしました。ご案内させていただきます。こんにちは。いつもありがとうございます。こんにちは。吉野様。よー。これが秘伝のタレですね。先代から続く秘伝のタレ。はいよ。柔らかいので慎重に崩さないようにですね。肝水も行こうかな、せいろ蒸し。いい色です。
ろしくお願いします。すみません、失礼します。お待たせしました。はーい。どいつもありがとうございます。セロケ、もうすぐやね。了解。下で行こうかね。これが伝統的な、鯉の食べ方、洗いですね。よーく水で洗って、氷水で締めて、パリッとした食感を出す。これ伝統的な食べ方。昔の鯉はやっぱ泥臭かったので、この泥臭さ、匂いをちょっとでも消すためにですね、この洗いっていう食べ方ができたんですけども、よーく水で洗って、匂い、鯉の油とか全部飛ばして、氷水で締める。泥臭くないけど、やっぱ鯉の伝統的な食べ方を守っていくためにですね、こういった洗いでちゃんと昔からの言い伝えを守って、お出ししております。美味しいよ。最高に美味しいですよ。美味しいよ。いつも美味しい。いつも美味しいよ。昔から来よるよ。いや、みんな癖があるけん嫌いって言うけど。体かな。全然ないよね。まあ、常連っちゃ常連ね。甘露煮ですね。圧力鍋で炊いた甘露煮。この甘露煮も圧力鍋で炊いてるので骨まで食べると意外にめちゃくちゃ人気なんですよね。大鉢も行くよと。今洗いよ。ちょっと待って。見て初めて言ってること。かば焼き行くよ。うなぎ。よし。ありがとうございます。じゃあ天杯行こうかな。ありがとう。あゆのシェイクよろしく。天杯定食です。いきます。ですよね。で、お客様が初めてですか。そうです。ありがとうございます。美味しくお作りしておりますので、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。いただきます。はいどうも。白焼きいくよ。よっしゃ、白焼きいくよ。チェックしとってボンちゃん。はい、8番ね。はい。刺身一つやない。これか。こちら鯉の刺身ですね。洗わないので鯉の味が楽しめる一品で、甘くてもちもちしてあっさりして美味しい刺身。はい、当店一押し、全く臭くないからこそできる当店オリジナルの一品でございます。これが単品やね。はい、単品。11番、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。じゃあ、いらっしゃいませ。美味しいです。美味しい。初めて鯉食べたんですよ今日。ね、硬いかなと思ったけど柔らかくて美味しい。コリコリしてる。あっさり食べれますね。いろいろ薬味とかもあるからすごい美味しい。味噌汁は結構甘い感じで、この中にも
声は入ってるけどすごい美味しいです。まだお待ちしてます。はい、お席をお借りしてお待ちしてます。そしたらせいろとうな丼いいよ。お願いします。こちらがうな丼になります。国産うなぎの丼。よし、せいろもいくよ。あー、いらっしゃいませ刺身からいこうか。はい、どうぞいらっしゃいませ。3時前後ですね。はい、何名様でしょうか。ありがとうございます。失礼いたします。お待たせしました。お待たせしました。いつもありがとうございます。どうぞ。おいでででで。モデルね。第一ね。美味しそうですね。食べたくなりますね。なんかうなぎが手使いながら焼かないと焼けないぐらいやっぱ柔らかい。これでもトングだけでしてたらこうブチって切れちゃったりするんですよ。なんで手も使って焼くんですけど、やっぱこの手を使うぐらいのこの柔らかさのうなぎがやっぱ美味しいですね。もうこれトングで持ち上げたらもうちぎれちゃうんですよ。この柔らかすぎて。それぐらい柔らかいのがやっぱ美味しいですね。柔らかい。Nhắm nghe chưa?
焼きですじゃあ。またよろしくお願いします。いつもありがとうございます。湯の塩焼きですね。今の夏限定の鮎。塩焼きでも頭から尻尾まで全部食べれておすすめです。ぜひご賞味ください。まかない。今日のまかないは家畜の炒め物とニラの卵とじとトウモロコシの天ぷらです。よし、持ち帰りのかば焼きやね。持ち帰り。Ông ra này không đổi một miếng một à, một cái con thì to đúng như này.よっしゃ、うな丼。そして天ぷら。よっしゃ、行こう。はい。やめにも広める。年に1、2回遠方からなので。夏食べたくなりますね。なんか川魚だから海の魚と違って延々食べれる感じ。生臭くない。うん、そうそう。九州では本当に1位、2位、上位に来るぐらいここが美味しいから。いやもう全然違うよね。ここがやっぱ一番美味しい。全部最高。臭くないのよ。皮も独特のね。臭さはない。これを食べてみたら絶対変わる。概念が。鯉はでも自分は初めて食べたんですけど、なんか臭いイメージだったんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。そこら辺の魚よりもダントツで美味しいです。いや、というか鯉の方が臭みが全然なかったんで、ね、美味しくコリコリ、食感もコリコリしてて、普通の刺身じゃあれ味わえん、美味しかったですね。うなぎが美味しかったね。その焼き加減すごかったね、焼き加減パリパリしてるし、表面でなんかねふっくらしてたし、味もしっかりしてて、なんて表現すればいいのなんやろうね、なんかうなぎ以上ですね。そうですね、今まで食った中で一番美味しかったかな。月に大体2回ぐらい。美味しいですよ。いつもこれ
だけ食べてるんです、言い表せないような味、美味しくて一言で言うと、はい、鯉の魅力って何ですか？そうですね、やっぱり日本の食文化、江戸時代から代々食べられてきた魚、日本人の魂、食を支えてくださったのはやっぱ鯉かなと私は思ってるので、一言で言うと日本の食文化、まず鯉って聞いたら先ほども言った泥臭いような川の鯉をイメージすると思うんですけども、うちの鯉はもう綺麗に育て上げた鯉を、お出ししてますので、そのイメージする鯉とは違った美味しさ、体にいい鯉をお出ししますので、食べた後帰られる時はですね、来た時よりも元気に気持ちいい、満足していただいて笑顔でですね帰っていただけるような料理と接客でおもてなしさせていただきますので、ぜひ皆さん本当に最高の鯉やうなぎ、すっぽん、川魚料理、ここ広松で鯉広松でお出ししてますので、ぜひ食べに来ていただけたら嬉しいです。川魚の概念を変えてみせます。ありがとうございます。美味しかったですよ。嬉しいです。いつもありがとうございます。すみません、いつもありがとうございます。またお待ちしております。お気をつけて。ありがとうございます。